こんにちは、東京ベジライフです。今日は卵・乳製品を使わず、グルテンフリーで大満足、糖質・油も控えめのヘルシーな夢のようなお菓子6品をご紹介します。前回のプラントベースで健康的に痩せるヒントとレシピという動画で、低糖質でタンパク質も取れ、グルテンフリーのレアチーズケーキ風の作り方をご紹介しましたが、今回は高野豆腐を粉末にした粉豆腐、おからを粉末にしたおからパウダー、そして米粉をベースとした卵・乳製品不使用の焼き菓子6品の作り方をご紹介していきます。フルーツや甘酒を使って砂糖の量を抑え、油の量も最低限にしていますので、ヴィーガンの方や卵・乳製品・グルテンにアレルギーがある方はもちろん、ダイエットをしている方にもおすすめです。米粉を使ってグルテンフリーにしているため、食感は通常のケーキよりも少しもちっとした感じです。もしよりサクッと仕上げたく、グルテンフリーにする必要がない場合は、米粉とコーンスターチまたは片栗粉を薄力粉にして作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。まずは程よいふっくら感としっとり感の基本のケーキ生地で紅茶ケーキを作ります。皮を剥いてすりおろしたりんご4分の1個分、約 50ml、豆乳 50ml、甜菜糖大さじ2、豆乳ヨーグルト大さじ3、塩1つまみをよく混ぜ合わせます。沸騰したお湯で湯煎し、混ぜながら人肌程度まで温めたら、粉豆腐 40g を加え、よく混ぜ合わせます。粉豆腐は高野豆腐を粉末状にしたもので、鉄分、カルシウム、コレステロール低下などの効果があるレジスタントプロテインが豊富。概要欄にリンクを貼っておきますが、重曹が入っておらず塩分も微量の新朝日粉豆腐を使っていきます。10分ほど置いてふやかしている間に、米粉 70g、コーンスターチ 20g を合わせておきます。米粉は概要欄にリンクを貼っておきますが、米粉作りのために開発された品種、みずほ力を製菓用の米粉にしたものを使用します。ふやかした粉豆腐生地に米油大さじ2、リンゴ酢大さじ1、豆乳 50ml を加え、よく混ぜ合わせ乳化させます。合わせておいた粉に加え、粉っぽさがなくなり滑らかになるまでよく混ぜ合わせます。ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ1分の1を加えたら、さっと全体を混ぜ合わせ、最後に細かく砕いた紅茶の葉 4g を加えて、ざっくりと全体を混ぜ合わせます。すぐに膨らみ始めるので、ここからは手早く、底が取れるタイプの15センチの丸型に流し入れ、180度に予熱したオーブンで10分、160度に温度を下げて20分から25分、表面が色づき竹串がきれいに通るまで焼きます。ケーキを焼いている間にココナッツホイップクリームを準備。ココナッツミルク缶は冷蔵庫で一晩冷やし、クリームとジュースを分離させておきます。缶の上の方にクリームがあるので、透明なジュースが見えてくるまでクリームを取り出し、甜菜糖小さじ1、ラム酒またはバニラエッセンス小さじ1を加え、ハンドミキサーで空気を入れるようにホイップクリーム状になるまで混ぜ合わせます。冷やすとさらに少し硬くなるので、食べるまで冷蔵庫で冷やしておきます。焼き上がったケーキは粗熱が取れたら、瓶などを使い型から出し冷まします。基本のケーキ生地に紅茶の風味を加えたふわふわで程よいしっとり感のシンプルな紅茶ケーキ。ココナッツクリームを乗せていただけば至福のティータイムになります。2品目に基本のケーキ生地を少し変えてレモンケーキにしていきます。粉豆腐をふやかし、米粉とコーンスターチを合わせておくところまで基本のケーキ生地と同じ分量で行ったら、ふやかした粉豆腐生地に米油大さじ2、リンゴ酢の代わりにレモン汁大さじ1と2分の1を加え、
防カビ剤不使用のレモン1/2分の1個分の皮をすりおろして加え、よく混ぜ合わせて乳化させます。合わせておいた米粉とコーンスターチ、豆乳 50ml を生地に加えて、粉っぽさがなく滑らかになるまでよく混ぜ合わせます。ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ1/2の1を加え、全体を混ぜ合わせたら、最後にチアシード大さじ1を加えて、ざっくりと全体を混ぜ合わせます。欧米のレモンケーキは通常ポピーシードという黒いケシの実を入れて独特の食感と風味を楽しみますが、日本ではポピーシードが手に入りにくいため、チアシードで代用します。薄く油を敷き、米粉をまぶしたマドレーヌ型に生地を流し入れたら、160度に予熱したオーブンで20分から25分ほど表面が色づき、竹串がきれいに通るまで焼きます。すぐに型から出し、ラックなどで冷まします。ふわふわしっとり生地の中にプチプチとした食感とレモンの爽やかな風味がやみつきに、マドレーヌ型の小さなケーキはプレゼントにもぴったりです。3品目は基本のケーキ生地をアレンジして作るズッキーニブレッド。ズッキーニブレッドはバナナブレッド、キャロットケーキに並ぶアメリカの定番ケーキ。ローストくるみ1/2分の1カップはざく切りに、ズッキーニはチーズグレーターなどですりおろし、水分を絞った状態で1/2分の1カップ用意します。生地は粉豆腐の生地を乳化させるところまで同じ分量で行い、その他の粉の材料は米粉 45g、コーンスターチ 20g、アーモンドプードル 25g を合わせます。粉豆腐の生地とその他の粉の材料を滑らかになるまでよく混ぜ合わせたら、ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ1/2の1を加え、全体を混ぜ合わせ、最後に用意しておいたズッキーニとくるみを加え、ざっくりと混ぜ合わせます。18センチから21センチのパウンドケーキ型に帯状に切ったクッキングシートを敷き、生地を流し入れ表面を滑らかにします。180度に予熱したオーブンで10分、160度に温度を下げて20分から25分、表面が色づき竹串がきれいに通るまで焼きます。焼き上がり粗熱が取れたら、クッキングシートの端と端を持ち、ケーキを型から取り出し冷まします。アーモンドプードルで味わいはより深く、ズッキーニで食感は基本のケーキよりもしっとりと仕上がります。ズッキーニの代わりに人参のしりしりとシナモンを加えればキャロットケーキになりますよ。4品目は生地の味を変えてチョコバナナマフィンに、よく売れたバナナ1本 90g をフォークなどでマッシュし、豆乳 50ml、甜菜糖大さじ2、塩少々を加え、よく混ぜ合わせます。沸騰したお湯で湯煎し、混ぜながら人肌程度まで温めたら、粉豆腐 40g を加え、よく混ぜ合わせます。10分ほど置いてふやかしている間に、無糖ココアパウダー 20g、アーモンドプードル 25g、米粉 45g を合わせておきます。粉豆腐の生地に基本の生地と同じく、米油大さじ2、リンゴ酢大さじ1、豆乳 50ml を加え、よく混ぜ合わせて乳化させます。合わせておいたその他の粉の材料に加え、滑らかになるまでよく混ぜ合わせます。ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ1/2の1を加え、全体を混ぜ合わせ、マフィン型に流し入れたら、ダークチョコレートのかけらをトッピングし、180度に予熱したオーブンで10分、160度に温度を下げて、小さなマフィン型の場合は20分から25分、大きなマフィン型の場合は25分から30分、竹串がきれいに通るまで焼きます。みんなが大好きなバナナとチョコの組み合わせ、冷めても美味しいので、ミニマフィン型でたくさん作って、持ち寄りパーティーに持っていくのもいいですね。5品目は週末の朝にぴったりなふっくらブルーベリーパンケーキ。ミルサーなどでパウダー状にしたチアシード大さじ1とお水大さじ2を合わせ、ゲル状になるまで5分ほど置きます。豆乳 100ml、豆乳ヨーグルト大さじ3、砂糖大さじ2、塩1つまみを加え、よく混ぜ合わせます。沸騰したお湯で湯煎し、混ぜながら人肌程度まで温め、粉豆腐 40g を加え、よく混ぜ合わせます。10分ほど置いている間に生のブルーベリーを水で洗い、清潔な布巾で水気を拭き取ります。
冷凍のブルーベリーを使う場合は解凍せずにそのまま使いましょう。米粉 60g とコーンスターチ 20g を合わせ、準備しておいた生地を加えます。粉っぽさがなくなり滑らかになるまでしっかりと混ぜ合わせます。ノンスティックのフライパンを強火で温めている間に、生地にベーキングパウダー小さじ1を加え混ぜ合わせ、ブルーベリーを加えてざっくりと全体を混ぜ合わせます。フライパンがよく温まったら火を弱めの中火にして生地を流し入れます。すぐに蓋をし、生地の表面がふつふつとしてきたら返し、蓋をしてしっかりと中に火を通していきます。王道のメープルシロップをたっぷりかけるもよし、ココナッツホイップクリームを合わせるのもおすすめですよ。最後の6品目はボウル1つで簡単にできるスコーン、砂糖不使用で作っていきます。ボウルに豆乳ヨーグルト大さじ3、濃縮甘酒大さじ2、米油大さじ2、塩1つまみ、豆乳 50ml を入れ、よく混ぜ合わせて乳化させます。続けてボウルに片栗粉 20g、米粉 50g、おからパウダー 25g を加えます。おからパウダーはおからを粉末にしたもので、水分を含むと膨らんで生のおからのようになります。プルーン5個は4等分から6等分くらいに小さく切ります。ボウルの中の生地をよく混ぜ合わせたら、ベーキングパウダー小さじ1と重曹小さじ4分の1を加え、全体をなじませるように混ぜ合わせ、プルーンを混ぜ合わせます。生地を4等分し、クッキングシートを敷いた耐熱皿の上に成形して乗せ、180度に予熱したオーブンで20分、焼き色がつき竹串がきれいに通るまで焼きます。おから入りのしっとりとした食感のスコーン、プルーンの他にクランベリーやナッツ、チョコチップを入れても美味しくいただけます。いかがだったでしょうか。今日は卵・乳製品を使わずグルテンフリーで大満足、糖質・油控えめのヘルシーな夢のようなお菓子6品をご紹介しました。レシピは概要欄にブログへのリンクを貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。基本のケーキ生地にお好みのナッツやフルーツを足したり、抹茶やオートミールなど粉を変えたり、いろいろとアレンジして楽しんでみてくださいね。それでは See you next time!